はいどうも、菊池幸です。今回はですね、ある名画をね、ちょっと解説したいと思うんですけども、葛飾北斎の富嶽三十六景っていう超有名だと思うんですけど、それの神奈川沖浪浦っていう、よく見たことある波の絵ですね。あの名画をもう語り尽くされただろうというところなんですが、またちょっと違う視点でというか、僕なりの画家なりの描きなりの視点でちょっとまたここ注目してみると面白いんじゃないかっていうのをちょっと提案したいと思います。はい、というわけでですね、この絵はですね、もう語り尽くされてますよね。例えばどういうところが語られてるかっていうと、その構図感ですよね。なんかすごい黄金比が登場しているとか、なんか全部が円を使って描かれてるとかですね。すごくそういう構図感の話だったりとか、あとは色ですよね。なんかその当時、プルシャンブルーとかインジゴとか言ったりする人工の青ですね。人工顔料の青が出来たてでですね、そのすごく鮮やかな色が使われてたとか、なんかそういう話とかが結構あったりするんですよ。で、ただ、いろんな解説があるんですけど、そういうのはもう、皆さん他の動画を見てください。もう語り尽くされてるんで。今日はちょっと違う視点で、ここ実はあんまり注目されてないんだけど、語られてないんだけど結構面白いよねっていうところを言いたいと思います。で、それはどこかというとですね、ズバリ主題の決め方がすごくユニークっていうことですね。どういうことかっていうと、見たらわかるんですよ。右側の奥にですね、富士山があるんですよ。で、僕富士山の絵とか、描いたことないわけじゃないんですけど、やっぱ富士山描くときって皆さんちょっと頭でイメージしてもらいたいんですけど、富士山が入ってる絵って言ったときに、多分富士山をドーンと描くんですよね。富士山が真ん中にドーンと雄大に広がってる絵ってすごく多いんですよ。で、洋画でも、いわゆる油絵で描く人も、日本画でも富士山って結構大きく描くんですよね。もうこの絵、見ていただけたらわかるんですけど、激ちっちゃいんですよね。画面上の中でも最もちっちゃいのが富士山なんですよ。これ相当すごいことで、かなり不思議じゃありません？言われてみればっていう。でも実際我々の印象としてですよ。でも結構これ実は写実的だなと思っていて、よく解説の中でも波が大きすぎると。こんなビッグウェーブないと。デフォルメしてるって言われたりするんですよ。で、デフォルメっちゃデフォルメなんですよ。こんな大きな波立たないんですけど、ただ、実は、僕これある種のリアリズムだとも思ってるんですね。どういうことかっていうと、海辺とかに立つとですね、波は近く感じるんですよ。で、ゴーゴー音が鳴って、すごい間近に迫って迫力を持って見えるんですよね。だから富士山ってその時には目の前に入ってこないんですよ、目の中に。すごい遠くにスッとある円形でしかないんですよね。だから実際に波の前に立った時の感覚に近いのは実はこういう構図感なんじゃないかと思ってるんですね。だから、パッと海辺に立った時に、富士山がボーンって目の中に入ってくるってあんまないんですよ。それって富士山を目の前にして富士山に注目してる時には富士山が大きく見えるんですよね。ただ、本当に風景を見てる時って富士山そんなにクローズアップして見えないと思うんですよ。例えば、夜の写真とかで月撮ったことあります？写真で。そうすると、実際目で見てる時の印象より月めっちゃちっちゃく映るんですよね。写真で撮ると。で、見てる時に月にしか注目してないんで、周り夜空で。月がすっごい大きく感じるんです。すごく大きく見えるんですけど、で、周りの街なんか見えてないんですよね。実際写真撮ってみたりとかすると、土こんな豆粒にしか映らなくて、こんなもんだったんだって思ったりするんですよね。で、特に街歩いてても月がそんな大きく感じることないと思うんですよ。うわーって目の前に迫ってくるないと思うんですよね。街並みとか道とか、夜空の星の方が先に見えてくると思うんですよ。でそういう風に考えた時にですよ。確かにこんな波の大きさにはならないんだけども、物理的には。ただ人間の印象的には正しいんじゃないかなと思うんですよね。波がザバーっていって人がいるっていうのが生々しく伝わってきて、富士山はちょっと遠くにふーっとある。目には実は入ってない。あるけどね、みたいな。これって実はすごくリアルなんですよね。人間の目の構造って注目したものが大きく見えるってところがあるので、なのでその富士山がドーンと大きく描く。実際でも写真撮ったら全然大きくなかった。みたいなのと同じような感じで、波に注目してるからこそ波が大きく描かれてるわけですね。でもこういう絵ってあんまりないんですよ。みんな富士山ばっか大きく描くんですよね。葛飾北斎は、すごく波に注目して、波を富士山を大きく描くように、月が大きく見えた時のように波が大きく見えたっていうのを絵にしてるんですよね。と考えると結構面白い絵だと思いませんが。ただ構図とか比率で面白いってだけじゃなくて、主題の決め方ですね。波の印象とか、そこにいる時に注目したものっていうのをメインにする。
それをこうどうにかこう構図に落とし込むっていうことをやってる絵だと僕はそういうふうに見て読み取っています。はい、いかがだったでしょうか。というわけでね、この前ちょうど構図の動画出しましたけどね、その時に主題を決めようとか、どうトリミングするかみたいな話したと思うんですけど、その時は写真をトリミングしたんでね、物の大きさ変えることできませんでしたよね。でも絵だとこういうことができるんですよね。だからこう自分の主題によって大きくしたり小さくしたり、ね、そういうことができるので、そういう風な視点で見てみると、主題っていうところで見ると、この絵もまた一層深く味わえますし、ただの嘘つきとかフィクションで大げさにとかいうんじゃなくて、実は結構リアルな観察みたいなものが根底にはあるっていうことが言えるかなというふうに思います。というわけで今回の動画は以上になります。もし面白かったなとか、ためになったなと思ってくださった方は、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは終わります。ありがとうございました。すごいちっちゃいんだけど、目自体はこう波が手前にこう縁取ってて、奥に抜けに富士山があるから、目はスッと富士山に行くんですよ。サイズはちっちゃいんだけど、実は目立つ。で、そこも富士山がいかに存在感があるかみたいなことをちゃんと踏まえてるので、しょぼくは抱えてないんですね。ちっちゃく描いてないけど、しょぼくはない。やっぱり目はスッと目立つっていうのは、ちゃんと表現されてるのも絶妙。やはり名画という感じがします。なるほどね。